おはようおはようございます。はい、今日はですね、随所人気の随所ちょっとやってみたいと思うんですけど、はい、やってみるというかご説明をしたいなと思ってて、はい、ちょっとツイッターでこれ出したんですけど、最近元気にですね、かなりの確率で育ったと、まあ一般的に1割と言われてるのが3割ぐらい残ったかなと思ってるんで、ちょっとこの辺の話を今日はして、あとこちらですね、私の持ってるのは唯一この3つなんですけど、ちょっとこの辺を、随所の話をちょっとしていきたいと思いますんで。トークとちょっとやります。作業します。ちょっとやります。はい、はいはい、ということで随所の会ってことですね。はい、ということで人気なんでぜひやってみたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということでまずこちらの話からしましょうか。はい、でこちらはですね、1年半前の6月頃、はい、巨匠ですよね、にさせていただいた相模富士の子供なんですよね。そうその時に山口さんもそうなんですが、会の方やっぱベテランの方がいっぱいいらっしゃって、これは絶対その草だとかいじっちゃいけないよ、草抜いちゃいけないよ、雑草もね、いじっちゃいけないよって、雑草が生えても抜いちゃいけないよって、こういう言い方をベテランの方々から言われてですね、でそれを守ってきたと。一本ですね、やっぱりこの特徴的なのがこういう根がビョーっと伸びるんですね。1本2本が出てきちゃって、で実はね、ここの一番最初にね、根上がりが1本あって、それがねあまりにも勢いよすぎてどっか行っちゃったんですけどそんな飛び出るかなっていうぐらい、いや本当に勢いよくって1本最初あったのがどっか行っちゃったんですね。でその後これが出てきました。で、ここで何を言いたいかというと、写真をちょっとじゃあ後で、その今年の1年間、経って今年の6月7月ぐらいに夏か、8月ぐらいまで1年と2ヶ月ぐらい、雑草生えっぱなしで何もいじらずに、で置いといたのは棚の下だったので、でQ さんもね同じ時期にさせていただいて、でほぼゼロと、ほぼゼロ一応今まで何回かもらって多分100本以上あって、生き残ってる3本ですね。だからそういう意味じゃ 3% ですよね。1割つけばいい方だから、これはすごくやっぱり確率がよくて、これすごいですよ。すごいこんだけでね、多分だから50本ぐらいあるうちの14本今あったんで、そんなもんかなって思うんですけど、で置いてあったのは軒下なんで、多分、根を出させるためにはある程度の湿気が必要だよということと、それとね、風に当たらないっていうことがちょっと大事かなというふうに思いました。棚下の良さって、で日はねそこそこ入るんですよね。一日中じゃないんですけど、そこそこ入るんで、だからある程度、土は湿らせながらも風が吹かないところ、でこれは私の考えなんですけど、根を出させるためにはある程度土は湿ってる方が挿し木はいい、だけど根が出始めたら少し乾かした方が根は成長する。五葉松だから、ということで、多分そこら辺のバランスがちょうど良かったのかなってね不思議ですよね。そう同じ東樹園に置いてたんですよ。そうなんですね、同じね、昼間さんも、ちょっと場所が良かったのかなっていうふうに思います。で8月ぐらいにですね、雑草があまりにもひどくて、でやっぱり肥料をあげたいなと思ったんです。なのでこれがやったのは雑草を取って肥料をあげたかった。でその雑草を取るときにやっぱり注意したのが、根が動かないように、根が切れないように、例えばこういうのやるのももう周りを押さえてですね、これだけ本当にこう揺すりながらこうやって取っていく。でこういう近くにあったんで、もう本当にねこういう押さえてやったぐらい丁寧に根が動かないようにで綺麗に、やったっていうことですね。僕雑草取るのとついでに、僕も根上がりにしたかったから、バババって抜いて、そのまままた植えました。で生きてます。その3本だけだから。本当、それがで一回根が出ればもう大丈夫ってことなんですかね。ということで、雑草は何でしょう、丁寧に取って肥料をあげたということですね。で実はこれ根がねみんな伸びてるんです。見えるかな。実はですね、土で少し押さえてます。ゆらゆらしちゃうと、根が傷んじゃうかなと思ったんで、刺して根がブーッと伸びたんで、実は土をもう一回かぶせてます。草を取って土をもう一回かぶせて、で肥料をあげてるというやり方をしてるんで、実はそれも結構根を安定させる意味では大事かなって。根が出てもこうなっちゃってましたね。根が出ても枯れるっていうのもあるんですね。
でちなみに、随所の特徴としては、はい、太りやすくて挿し木ができる、はい、ということですね。五葉松です。非常に葉生が短くてね、なかなか刺せるっていうね、八つ房系の五葉松でもありますけどね、でも1割ですからね。1割ですからね。はい、じゃあこれはこれで置いといて、でこれは肥料をあげて元気をつけて、来年3月にようやく独り立ちと、はい、いうことで植え替えをしたいというふうに思ってます。はい、はい。これですね。これはQ さんのやつか。これは購入したんですね。僕が購入したやつですね。接ぎ木の接ぎ木ですね。でこれが分かれてますね。ここにね1本唾液があったんですね。ここはね。そうですね。黒松につけてるのかな。そうで黒かどうか分かんないですけどね。でこれもちょっと雑草だらけなんですけど、これは川口の某量販店で購入したやつなんですけど、意外とたまにポツポツ売ってますよね。だけどまあどういう血統かが分からないということで、まあ昔はねよく点継ぎとかもしたらしいんですよね。でそこからまた取り木をするとかいうようなことで、実はこれもよく見るとここにありますよね、芯がね。ということはここに元はこういう唾液があって、そこで継いだ木なのかなということで思います。これの先みたいな。まあそうですね。はい。でこれはちょっと吹き流し風に作ってみたんですね。ちょっとフルパ取って、でも発症は本当にまあ継ぎ木であってもね、非常に発症がいいんで、そうですね。まあ随所って言えば随所なのかな。まあ次がでもいいですよね。まあまあね、だってそうあんまりあれですけど、山口さんの時もありましたもんね。ありました。そうじゃあいいんじゃん。いいんだってね。僕もちょっと次やってみようかなと思って。そうですね。だからまあそういう本性というかね、血統付き、だ要は雑種のね。そう雑種のやつでね。雑種の随所ないけど、そうでも雑種でいいじゃないって。そう猫だってね、雑種でも犬でも雑種でも可愛いじゃないですか。そうですね。そういうことですよね。なのでもう本当のそういうやつを購入されたいんであればやっぱり随所店とかそうですね。そこは多分全部出が分かってる。そう出が分かってるんで、随所店で随所買いの方から買うというのがまあいいかなというふうに思います。そうですね。はい。こんなとこかな。こんなとこで多分正面作ってますね。はい。取り木を取ったばっかりだから今年は触らないでということだったんで、まあ1年ちょいですかね。我慢して、一応元気になってますんで、ちょっと心配してたんですけど、根がやっぱりしっかりしてきたんで、いや針金かけるのに、大丈夫かなと思っていろいろ考えてたんですけど、ちょっとこれならもう全然大丈夫ということで、ちょっと形を作ってみようかなというふうに思ってます。でやりたいのはまあ幹に大きく、針金をかけて、ゆすらゆすらと作って、で枝を抜くんですけど、で何しろ芽が貴重なんで、本来なら6月にやるんですけど、冬でも刺せるかチャレンジということで、ちょっと挿し木をしてですね、ハウスが当時園はできましたので、ちょっと暖かいところに置いて保護しながら大事な貴重な芽をね挿し木をしてみようかなというふうに思います。で一応こんなものとこんなものを用意しまして、あとはサーモテックがないのでメネデルで、これはまあ適当に倍率も見ずに。はいどうでしょう。100倍ぐらい100倍ぐらいはいということで、小林はこういうのかな、こういうかもしれないですね。ということでやってみたいと思います。指でそしたら、まず剪定をしていきますかね。イメージとしては、正面候補どうしようかなっていうと、ちょっとこちら側に枝が少しいっぱいあるので、そちらが正面でいいかなっていう気がしますね。また抜く芽は暖かくなってからでもできるので、ちょっと多めにつけます。無理していっぺんに抜かずに。これどうすっかなんだよな。これ貴重なんですよね。貴重だけどこれ下ろした時に邪魔になるんですね、下だから。そこ下ろすんですね。いやイメージとしてはもうそんなにこんな感じでゆすらゆすらでいいと思うんで、そういう木ですから、やっぱりねできるだけ残したいんで、確実にいらない枝だけ、これでこうにスパッと、切り口をこちら側の反対側もちょこっと、ということでこの中にジャポン、
水を吸わせとく。水を吸わせるんですね。でこれ辺が裏枝になって大事になってくると思うんで、少しこれ辺も残しておきますね。ここはとりあえず缶抜きでいっぱいあるんで、ここですね、枝がいっぱいありますから、とりあえずこの短いやつをこれちょっと作るかどうかわかんないですけど、すごいですもんね今随商店でもね、なんか人気で。そうですか。なんか列になってるってね。列になってるってね言ってますよね。今度はですね、これが意外とね、これが寄ってくると多分ここ邪魔になってくると思うんですね。この枝とこの枝の缶抜き、そうするとこっちの方がこの辺が寂しくなっちゃうんで残すということでこれを切る。ちょっとだけ言って、これがいい枝なので、これはちょっと取っちゃいますね。同じところが出てる。はい。なんかあれですよね。随賞以外でもこういうのあると思うんですよ、多分。八つ房系の御用とかで刺せるってやつですよね。そう、刺せるやつ。教えてほしいですね、視聴者さんで。そうですね。こういうのやってみましたよとかね。多分同系のやつはきっとありますよね。近いやつ。あると思いますね。こんだけいっぱいあるんだから。ここの絵はね。言いますね。できるって聞きますけどね。でもあんだけ刺して1000本ぐらい刺してつかなかったですからね。やりましたもんね。ここは丈夫ですね。ここ缶抜きになってますね。そうするとどっちかですね。この2本のどっちか、この2本のどっちかで、ここが二股になって分かれてるですね。でこっちは1本なんで手前を取っちゃう。互い違いなんでこっちを切ったんで今度こっちを切ると。はい。つくかわかんないですけどね。やるだけやってみて。時期も時期なんで。でも上の方だし。通常だと梅雨に。梅雨ですね。6月が良かったと思いますね。で成功したのも6月でしたからね。で夏にもやったじゃないですか。夏にはありましたね。ちなみに僕が残ってるのは梅雨の方。そうですか。で昼間さんのさっきのやつは夏出すよね、確か。夏出すよね、これ。夏出しのやつ。7月ぐらいだったかな。のやつがこんだけ残ってる。そっちの方がもしかしたらと思うんですけど、僕の7月のやつは全滅してるんですよ。そうなんですよね。だから管理なんでしょうね、多分。棚場所だと思います。ではここですね。ここも同じことが言えて、こっちのこの缶抜きですね。こっちがいい枝なんでこっちを抜きます。これ同じ話ずっとですね。毎回そのカットに回っちゃうから。カットに回っちゃうから。会話も止まるっていう。会話も止まるし。でこれを取ると。はい。でも剪定のね、どう切ったらいいかわかんない人もいらっしゃると思うんで、そこら辺は基本ですよね。二股で作っていって。はい、そうですね。で枝は右左順番に。順番に高い違いにね。というところですね。ここら辺のちょっと嫌な缶抜きが見えたんです。この辺段があるんで残しといて、これとこれどっち抜くかお分かりですよね。これとこれで。それちっちゃい方じゃんね。ちっちゃい方ですよね。正解です。こうやってほら少しずつ防災機を見て勉強していけば。いやそうですよ。だって初心者のことは分かんないかもしれない。そうですね。ここもどっちに残すか難しいですね。で多分これも寄ってった時に邪魔になるんじゃないかなって。内側が。でこの枝とこの枝の間に間って作りたいんですね、我々。なので内側を取ると。内側を取る。ですね。これもできたらすごい。今のところとか難しい。今のところ難しいですね。一見ね、外に出てるとこだし、いいところに出てるし、これもすごく悪い枝ではなかったです。悪い枝じゃないから難しいんですけど、形を作るときにちょっと邪魔になるかなっていう想像のもとに。右流れにしちゃこれ強いっすよ。強い。だからどっかで多分抜くようになると思いますね。ここでね。そうですね。そうですね。いうことを後にやるかもしれない。ちょっと弱すぎますからね。弱いですからね。それから頭のこれだけこう車になっちゃってるんで、真ん中の一番強いやつだけこれだけ取ってきますか。そうすれば3つあるんでね、どれか元気になってくるだろうと。でもすごい、ほらもう水が吹いたらって言い方でいいのかな。ヤニじゃないと。ヤニが出てます。ヤニなのかな。水が出てきてますね。大丈夫かな。
大丈夫かな。とりあえず切りますね。あそこもやっぱ詰めちゃうと。ちょっとまあこれは元気なんで詰めます。ちょっと大きいんで、はい、太いですよね。そうですね。はい。で実はちょっともう一個悩んでるのが一箇所あって、ちょっとこれもあれですね、ハウスの中に入れさせてもらいましょうか。はい、この枝もね、この枝っていうかこの木も。この2つなんですね。この2つ。そこのでどっちを抜くかっていうのがあって、この枝結構枝分かれがあっていい枝なんですけど、感覚から言うとこれがあってこれがあって、はい、これがあったから、ここはちょっと間隔が短くなっちゃうんですね。まあちょっと多いですよね。多いんですね。枝がね。で今これで大事なのは裏を充実させたいんです、こういうふうに。はい。ということからするとこれを取るかなと。いい枝なんだけど、はい、場所の問題ですね。いい枝なんだけど場所の問題でこれを取ろうかなと。そしたら小気味いいっていうか、そういう感じですね。これはできたらすごいですよね。ついちゃえばいい。切っちゃってもいいんですけど、これで刺してみましょうか。チャレンジ。なんか1個ぐらい継ぎ切りしてもいいんじゃないですか。あ、継ぎ切り？次？次？それとか。さっき前回やった車椅子についちゃうとか。まあとりあえず今日ははいということで、これは30分ぐらい置いた方がいいと思うんで、最後に刺し目をしたいと思います。はい。でいよいよ抜く枝はもういいかな。まだ若干多い感じもしますけど、まあそんなに缶抜き枝もなくなったし、いいかなって感じですね。ということでかけていきたいと思います。まずはですね、一番太い、じゃあこれとこれを長さ切ってもいいんですけど、中途半端に残っても捨てるようになっちゃうんで、このままかけちゃいますね。でまあ一応後ろからかけるようにします。一発目ね、ちょっと心配なんで低めに一回かけますね。ここにその方が固定するためにですね、安定するために。さっき言った根がちょっとやっぱり心配は心配なので、こう 2,3 週ぐらいしたらそれ固定されるので、それを起点にやっていくと。これ先にかけちゃいますね。幹はもう大体イメージは湧いてるんで、もうちょっと細かい枝もかける。細かい枝もかけちゃいますんで、ちょっとそこからご覧いただければと。じゃあお願いします。はい、一応針金かけが終わりました。幹を曲げなきゃいけないんですけど、ちょっと先にこっちまとめちゃったんですけど、ちょっと幹の方を曲げてみたいと思います。優しい巻き方でいいかなっていう気はします。はい。優しい巻き方。優しい巻き方、スラーっていう感じでね。吹き流し。そうですね、吹き流しで何でもかんでも私曲げるっていうイメージがあるみたいですけど、それでもそこそこね曲はつけながら。一箇所ね。キュッてなるとこがあってもいいのかな。そうですね。多分ね。ここがさっき一番大事なところなんでね、最初にピュッと曲げといて、この辺も後ろに曲げて、最後はこちらの前の方に返す。で前後左右ですね。後ろ行ったり最後前行ったり。単調な癖にならないようにですね。はい、親の幹の方はなんとなくいいと思いますよ、こんな感じで。で小幹も一旦この辺からそうですね、ちょっとここで寄るかな、少し寄ってここから少し離れていく感じですかね。でこれもさっき言ったみたいに、上行って下行ったら今度前行くとかね、少しこの辺で。幹はこんな感じで、いいと思いますので、あとは、枝をちょっと整えていきたいと思います。この辺のやっぱり裏枝、先ほど言ったね、この辺の裏枝とか、この辺が大事になってくるかなと思います。で、幹の曲に合わせた枝の振りというか、こっちが曲がってるのにまっすぐでもおかしいし、これ以上にあんまり細かくぐちゃぐちゃ畳み込んでもおかしいし、ということでそこそこ合わせて、で棚を作っていくってことですね。こ同じように。ここも曲げてますよね。そう、ここはね、さっき作っちゃったんですよ。ちょっとできてるな。できちゃってるんです。そう、間違えて曲げる前に
なんとなくまとめちゃったんでそうです、でも意外とこうね、こうピンピンピンってみんな間なってるのをどういうふうにこう棚にしていくかっていうのも、そうですね、なかなかね、そうなんですよね。こういうのだから最後こうキュッと目起こしを、目起こし、うん、ピンピンボケしちゃった。キュッ、わかりますかねわかんない、わかりますわかります、わかりますよね、目起こしをね、目起こしね、これね、本当は針金かけるときにやるんですけどね、いきますよキュッ、わかりますね何を目起こし大事ですね、この大事ですよ。松柏はね、こうぐっと枝を下ろすっていうイメージありますけど、こういう木はこう吹き流しの木なんで形も下げなくてもいいと思います、ぐっと上げてね、逆に。あとはもう枝というか葉っぱの位置のバランスですね、この辺を考えて。普通の模様木に比べるとね、ちょっと決まりきってない、そうですね、ですよね。そうですね。でちょっとこの辺はごまかしテクニックとしては、この辺の二枝で葉っぱを棚作ってる、棚っぽく、ここもそうですよね、1の1本ずつしかないんで、葉っぱが1個ずつしかないんで、この辺やってます。で国風なんか今度行った時には2月にありますので、よく見てほしいんですけど、こっちの方の枝からぐっと持ってきて、ここがガランとしちゃってて、こっちの方からの長い枝をぐっと持ってきて、で葉っぱで見る、全体こう引いてみますから、パッと見た時って葉っぱで見るんですよ、やっぱりね。で枝で見ないので、見えないっていうか見えないので、そういう作りを結構してますので、そこら辺はそういうのもあってもいいんじゃないかなって思います。だから立派な木だな、でもどうやって作ってんだろうっていう視点で見るのも展示会のね、そうなんですね、楽しみですね。そうか、この後挿し木があるんだ。そう、長いんだ、なんだできた、できてない、まだできてない。この後挿し木もある。挿し木もあるお腹も空いた、ご忙しい、よし、じゃあできた、はい、ということで、こんな感じでちょっと作ってみました。いいですね。ちょっとね、一箇所どうかなと思うのが、やっぱこの行き場所なんですね。取っちゃってもいいんですけど、そこまで幹を見せるのかですね、ということで、あとはここら辺を少し内側に入れて、これをちょっと外出すとかで、この間どうかなと思ったんですけど、一応これとこれをこう分けて段差をつけてそのまま生かしましたんで、これはこれね、そのままいけると思います。ここガランドになっちゃうよりはあってもいいと思うんで。だからこういう株立ちっぽいやつだと、多分そっちがなんか差し枝の代わりにを担うじゃないですか。そうその辺がうまくこうバランスがよく見えるところなのかなと思いました。でこの間の間からこういうのが見えるってね、これがチラチラっとこう見えるような形で、そうですね、効いてますね、そのというのがここのね間を埋めてくれるっていう、奥行き感を出すっていう意味ではいうことで、こんな風にやってみましたと、いうことで、もうちょっとお仕事がありますんで、挿し木の方やってみたいと思います。刺し目か。以前ね、挿し木の動画の時にもお話ししたんですけど、何通りかやり方があって、濡らしておいて、で、例えばようじかなんかでこう穴を刺して、で、入れるという方法と、これだとまだ簡単に動くんで、これで先に刺しちゃって、で後から水を入れるってやつですね。これ大本命の。大本命、それついたらいいですね。ですよね。でこれを一応ど真ん中にドーンと置きまして、であとは大きいやつ、これも大きいやつありますね。もう一本。欲張りですね。でもこういう背高いと、風に揺られる可能性もありますよね。リスクがあるんで、短くした方がそうですね。成功率は高そうですね。成功率高いでしょうね。多分ね。みんな短かったですもんね。そう。これなんかでもちょっとね、長くここにちっちゃい目があったんで、ちょっとやりましたけど。で少しちょっと寄せるようになっちゃうかもしれないですけど、それはそれでまた固定されるかなとも思うんで、順番にこれできたらまたいいですね。これだってね、2本ぐらい出ればね、根が出たやつをあれですね、爪楊枝かなんかでね、補助にして根から幹のところでこう一曲みたいに作り方もあるみたいですね。
そうですね、まあ自動的になってますよね、それ、ね、あ、まあそうですね、うちのやつは。そうで根は今細いですけどやがて太るんで、値上がりっぽい感じですよね。そう、値上がりなんだけどその根を生かして、一曲を作るっていう模様着の。はい、ということでこれでこれをこの中にずーっと入れます。染めていってでこれを持ち上げる。そうすると土が締まって木を固定すると。なるほど。はい、いうことでこれは保護室に置いておきたいと思います。はい、はい、こっちもちょっと無理したんで置かせてもらおうかなというふうに思いますんで、今大人気の随所針金掛けもできるし挿し木もできるし、挿し木今の時期じゃない気がするじゃないか、チャレンジですね。チャレンジ、はい、だから今回、12月の半ばですから、で保護室に置いといたらどうなるかと。多分蒸れる状態っていうのはいいし風も抑えられるから、環境としてはいいと思いますね。だからうまくごまかせられればいいんですよね。6月だよってごまかせれば。でこちらもまた半年後ぐらいですね、半年後1年ぐらいにまた紹介をしたいと思います。どうなったか。一応僕が秋に刺したのもあるんで、ああそれもですね、それもついてるかどうか、ああそうですね、見てみましょう。なんかドバチだけこう見せることになるかもしれないですけど、それはそれでね結果なんでね。はい、ということで以上随所の会でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。